今回は、冷凍庫に余ったご飯、冷凍のご飯を活用して、冷凍ご飯、はい、それを美味しく食べる。で、ぬめりが取れて、少しこう、ぎゅっとお米が締まった状態なんですね。味付けはビネガーとオイルと塩と胡椒のみでいきますね。皆さんこんにちは。本日は、京都市役所前にお店を構えるフレンチレストランもといの前田シェフにお世話になります。はい、本日ご紹介していただくレシピなんですけれども、お米のサラダでございます。そのお米のサラダの調理する前にポイントを説明をお願いしてよろしいでしょうか。そうですね、家で簡単にやるので、本来はね、生のお米を湯がいて作るんですが、今回は、冷凍庫に余ったご飯、冷凍のご飯を活用して、冷凍ご飯、はい、それを美味しく食べる。なるほど。ちょっとした工夫で、簡単に美味しく作るという、そんな感じが、そこがポイントですね。はい、簡単に調理できる本格的なお米のサラダをご紹介していただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、そのご飯なんですが、はい、電子レンジで熱々までチンします。熱々まで。で、チンしてざるに入れて、これはさっと水洗いしてしまいます。あ、チンした後に水洗い。はい、熱々ご飯を洗ってください。はい、で、わかりました。そうするとぬめりが取れて、少しこうぎゅっとお米が締まった状態なんですね。このしっかりこう水を切る状態。水切ることってどういった効果が見られるんですか？まずは水洗いすることでぬめりが取れます。ぬめりを。はい。で、あとは、サラダなんで同時に冷やすこともできるので。そうですね。本来はこう米湯がいてさっと水洗いするんですね。フランスでは結構米をパスタのような感覚で捉えているので。なるほど。はい、湯がくという。ちょっと斬新な湯がくっていうことをしていきます。はい。はい。お願いします。あとはね、もう混ぜるだけなんですね。米に入れまして、みじん切りした、インゲン豆さっとボイルして、カットしてます。はい。で、あとプチトマト、これはこれぐらいこれ小さなプチトマトだったんで4分の1にしてるんですが、大きかったら6分の1とか8分の1にカットしてください。はい。で、あとはブラックオリーブですね。細かく刻んだものですね。切ってます。はい。で、それから結構ね、いいよ。あとはケッパーです。ケッパー入れます。ケッパーをみじん切りにしてます。はい。はい。それから、ハムです。こちらも細かく切ってますね。はい。で、入れるものね、特にね、そんなに決まりはなくて、ハムじゃなくてもツナでもいいですし、はい、ソーセージを細かく切っても美味しいと思います。なるほど。ポイントはね、ポイントというか、トマトとかはやっぱり味のポイントとして酸度もしっかり作ってつけてくれたりさっぱりするので、トマト入れた方が美味しいかなと思います。で、あとはこのままやっても美味しいんですが、ちょっとあとは工夫、少しこう風味付けとして、セルビールとイタリアンパセリ、これを刻んで入れます。はい。これをこういうハーブを入れることで、より本格的なというか、ちょっとこうあんまり家庭的な雰囲気ではなくなるので、これだけでちょっとおしゃれ度も上がりますし、やっぱり味の面でも少しこう爽やかな香りというか、はい、そういった香りがします。はい。粗めのみじん切りで大丈夫です。で、味付けはビネガーとオイルと塩と胡椒のみでいきます。で、僕はよく使うので、シリービネガーですね。非常にこのビネガーを使うだけで本格的な味します。だから家に1本これがあると本当に便利なので、これを入れていきます。適当に、これをドレッシングにしてドレッシング入れてもいいですし、家のドレッシングをそのままかけてもらって味付けにしてもらっても全然問題ないと思います。で、オリーブオイルです。ビネガーの2倍ぐらいの量を入れるイメージですね。で、塩。はい。で、つまみを。はい。で、白胡椒ですね。はい。
で、これで混ぜていきます。で、このお米のサラダは作って冷蔵庫に入れておいて1日ぐらいで美味しく食べるので、はい、前の晩に作って、そうですね。はい、朝召し上がっていただいてもいいですし、彩りも綺麗で、そうなんです。おしゃれな。はい。これで完成です。完成。はい。これで完成です。はい。はい。では米のサラダをいただきます。とってもあっさりしていて、とっても美味しいです。はい。なんか前菜にぴったりですね。これはもう一番最初に出てきて、白ワインとかと合いそうな、すごくあっさりした優しいお味で美味しいです。よかったです。はい。そうですね。フランスでは本当にポピュラーな料理でいます。フランスの、トゥレトゥールといって、おかず屋さんがあるんですけど、そういうところでは必ず、キャロットラペとか、人参を千切りにしたサラダがあるんですけど、キャロットラペとかビーツのサラダとか、そういうのにこう並んで一緒にこう食べられてる。本当にポピュラーな家庭では、そうですね。お母さんがちゃんと作るようなお料理かな。ローカルな感じの。そうですね。はい。だからもっとこう日本で作られてもいいんじゃないかなと思いますし、今日はシェリービネガーとオイルで作ったんですけど、さっき言ったようにその家庭の例えばシソドレッシングとかそういうのでさっと味付けしてもいいですから、本当にポテトサラダ作るよりも簡単だと思います。そうですね。すごく本当にあっという間に仕上がってましたし、はい。では切るのがねめんどくさいだけで。でもささっとね、もうプチトマトとか、例えばブロッコリーとか湯がいて、ザクザクっと切るだけでいいのかなって。はい。そうですね。時間ない時でもさっと簡単に本格的な美味しいお米のサラダ、皆さんもぜひご家庭でお試しいただけたらなと思います。では前田シェフ、本日はどうもありがとうございました。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!